はい、今回は、第65期王将戦の超決リーグプレーオフですね、久保利明九段対羽生善治名人の一戦ですね、プレーオフということで大一番でございます。じゃあ後手の羽生名人の方を持って並べていきたいと思います。初手は5六歩と中飛車宣言ですかね。で8四歩と居飛車でいきました。でまたついて加わって5四歩と位を取らせまいとしましたね。で中飛車ですね。ここは向かい飛車もよく指されていますけど、本局は中飛車でしたね。で玉を左の方に囲います。銀で玉寄って寄って囲っていきますね。落ち着いて端は受けずに銀を上がりましたね。ということで端を突き越しました。欲張りさんですね。で続いて居飛車は玉をどんどん固めていこうという構想ですかね。金上がって中飛車なんで5筋交換する手もあったんですけど、交換せずに銀の活用を急ぎましたね。で穴熊宣言とで居飛車も穴熊にするかと思いきや美濃囲いで左美濃にしましたね。この展開は昔 JT 杯でもこのカードであったような気がしますね。でこうついて6六銀に6四歩と不越銀には歩で対抗という格言がありますけれどもね、その通りの一手ですね。で一回金寄って2三銀とで5五歩で3二金と取りませんでしたね。取ると4五歩でしょうかね。これでポンポン突き捨ててこられて銀出て、5四歩に4四歩が中飛車の手筋で、というか基本的な攻め筋ですね。これは同銀には5四銀と取るのが厳しいですね。こう取られて、これは攻めが成功してくるので、5五歩は手抜いて3二金とやりまして、で取り込んでで一回金上がってね固めていきましたね。でここでそうですね、端はやっぱり狙っていきたいところでしたけど、ここでやっていきましたね。同歩同銀と逆棒銀、端位取りを咎めに行きましたね。次後手からは1六歩という手が狙いで、同香は1五歩で香車が取れますし、そうですね、次銀を引けばこの1六に垂れてる歩が大きいので、これは後手が得な展開というか、ポイント稼いでることになるんで、歩が狙いですね。で1四歩同歩同銀に5五銀と中央から動いていきましたね。中飛車らしく同銀同飛車で5四銀と打ちましたか。これ銀を使うのはもったいないように思いますけれどもね。歩を打ってしまうと下にどっか控えてこの辺ですかね。これでさっきの1六歩が効かないということですね。歩が1歩しかないんで同香と取られてしまってダメなんですね。というわけで一歩ではなかなかなんかこっちから攻めるなら突き捨てて同歩に6五銀とかが浮かびますが、これ4五歩と突かれて4五歩厳しいですね。角交換されたら居飛車の陣形じゃちょっともったいないんで、そうですね、4五歩が厳しい狙いなので
それを受ける意味もあって5四銀と手厚くやりましたね。で一回ついて、で1六歩とね狙いを遂行しました。ここでどう指すか。まあなんか端はもうちょっと対処が難しいんで中央から手を作りたい感じですけれども、4五歩と突きましたね。でまあ銀打ったのを生かして同銀と、でどうするかですね。まあ歩とかが捨て筋ですかね。まあ今は、5二も5一も飛車と角が効いてて慣れないので、はい、本譜も4二歩と打ちましたね。はい、これが筋ですよね。まあ次に5一飛車成を狙って、まあ歩とか受けたら4一歩成でと金ができると。なのでこれは同角と取るぐらいですね。でそうですね、5二銀。まあ4一銀とか5二銀とかが指したい手ですね、この局面では。で本譜5二銀で、これ2五銀と前に出ていきましたね。はい。まあここ金を逃げたりするとどうやるんですかね。まあ銀なるか4三歩かという感じですかね。まあ銀なって、まあ角を取りに行く手も有力そうですね。これだとまあ5三に行くと飛車で取られてしまうんで、まあ連打していくぐらいでしょうけどね。これでまあ引いといても十分ですかね。これで逃げて4六歩と打って、まあ後でこの歩が取り返せますから、ちょっと居飛車は不損が大きそうですね。でまあもう5二銀は手抜いて2五銀と棋子の勢いですね。で金を取って5五銀と厳しいですね、狙い。次は4五金とか4四金とかが厳しいのでどう指すか。なかなかうまい受ける形が見えませんね、この局面に至ってしまうと。はい、1七銀もちょっとまだ早いかなって感じですし、まあ、本譜5七歩と叩きましたね。で同飛車で貴重な歩をボンボン使っていって大丈夫なんですかね。で寄ってで3三角と、めちゃくちゃ薄いですけどねこちらも。で4五金ですね。ここで銀を打ち込みましたか。普通は同歩ですけどね、金欲しいんで普通は同歩ですけど、これだとまあ同飛車ですかね。同飛車でまあちょっと銀とかが間に合ってこなくなってしまうということですかね。まあなんか4四歩とか受けた時にまあこうぶつけるような手もありますもんね。まあ交換してもまあ同桂か取るかで、まあそうか、ここは手抜いて1七銀と勝負に行きましたね。すごい手順ですね。で取りまして、ここで香車取って同飛車打って、ここまで決めてから4四金と戻しましたね。で同角だとまあ同角同飛車で同角同飛車で、まあ王手飛車の筋もありますし、取って1六歩で詰めまでありそうですね。まあということでまあ本譜は同角とか取れず同飛車ですね。まあここは同飛車で行くのが行くしかないところですね。で銀を取って
飛車取って持ち駒が乗り切れなくなってきましたが、で3三銀と打ちましたね。まあ5三角成と、こっちの玉がどれぐらいの危険度かということですが、まあ一段飛車が打つ感じですかね。2九飛車と打ちまして、これは歩から2八金の詰めろで、まあこっち銀が手厚いので攻め筋が難しいところですね。でまあ一回は受けまして、で桂馬打ちましたね。で1九金とね打ちましたね。まあ3九金という手も考えられますかね。考えられそうですが、3九金だとまあ銀取るんですかね。銀取って、まあ同金は飛車成って詰みなので、飛車取りますけど、で同成桂で、これでこんだけあるけど、どうなんですね。こっちはなかなか詰め方しかないですかね。この銀が輝いておりますね。ちょっとこれは振り飛車が勝てない展開なんですかね。で本譜は金を投資して1九金と打ちまして、2八桂成、2九金同成桂で、まあこの金が生き残っていた方が、受けがやりやすいということで、2八銀とさらに受けましたね。なかなか攻めるターンが回ってこないか。まあ先手も桂馬があれば今日から1五桂みたいな筋がちらつくんですが、桂馬がないのが痛いですね。桂馬はここのこと、まあこの桂を取れるかどうかで、2八銀に4二金と受けに回りましたか。いきなり攻める手はなかったんですかね。まあ1九銀同銀の同成桂みたいな手もちょっとまあ銀打っていった場合は手取って玉引いてって感じですかね。まあこっちはまだ詰まないですもんね。でまあ金打って4六歩みたいな感じで、詰めろ攻めだけならいいですけども、まあ一回寄りとかもあるし、まあ歩使うとな、端に玉がいった時に1五香の王手とかが刺さってくるんで、まあちょっとこれは筋が悪すぎるという感じですね。ここで4二金と固める呼吸が、なるほどですね。で本譜5一飛車と馬を逃げませんでしたね。馬はどっかまあ逃げたらまあ今度飛車が使ってこられてっていうことですかね。飛車でまあ桂取ったら歩成りで、歩成りが相当厳しいですもんね。歩から詰めろになってるんで。まあ5三歩とかでも、まあこの場合同飛車とかもありそうですね。同飛車で同馬同金となれば向こう詰めろになりますからね。角が入れば。5四馬は5二飛車と、まあ馬逃げる場所
まあ6四馬もこうですかね。で6三馬、まあ攻めから遠のきますけど耐えようという手ですが、6三馬だとまあ攻めだけなら走る感じですかね。まあそうですね、一歩補助が大きいですかね。取っとくかな。もっといい手があるかもしれませんが、まあ本譜5一飛車でしたね。でまあ角馬取られて3八金よりと、まあこれではちょっと苦しそうですね。こっちも全然来てないんで、まあ3五角と寄せに行きまして、8玉に1七銀が好手ですね。同銀は1九金で詰みなんで、こう取ってもう寄せに行きましたね。金打ってで、そうですね、これはもう寄りですか。まあ、この飛車がこう使う筋があるんで寄ってますかね。銀打って寄って飛車で飛車を回ってね。まあ4六歩とかの中合も同飛車で意味がないという感じですかね。本譜5九玉ですけど金取って歩打って寄って金で、はい、これで投了となりましたね。はい、元いた位置に帰ってきての投了ですけれども、まあこれで4八玉は歩なって引いてと金で詰みなので、はい、いやなんか攻めと受けの呼吸がすごかったですね、羽生名人の方は。なんか4五金を手抜いて1七銀とか、まあ2八銀の時に一点受けに回って4二金とか、その辺の呼吸がすごかったですね。なんか先手もチャンスがあってもおかしくない感じはしたんですけどね。どうなんでしょうね。まあしかし2九飛車が厳しかったですか。まあなんかこの銀をボロッと取られて勝つというのはあんまり見たことない感じの展開でしたけど、いや見事な終盤術でしたね。いやありがとうございました。